はい、おはようございます。今日は5月15日木曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。で、今日はニュースが6個あります。で、また最後にコメントを紹介させていただきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。で、まずちょっとニュースの前に一つ訂正とお詫びをさせていただきたいと思うんですけど、昨日僕が上げさせてもらったクエンのディープリサーチを、試してみたっていう動画を上げたんですけど、でここで使ってるモデルがディープリサーチじゃなくて普通の推論モードだったんですよ。はい。でコメントで教えていただいたんですけど、実際のクエンのディープリサーチの方がくるくる回ってる。行きましたね。これがクエンのメインページなんですけど、で僕これが普通のこれがディープリサーチだと思ってたんですけど、これ普通に推論モードで、ディープリサーチの方はこのさらなる研究っていうやつを選んでやったらディープリサーチになるっていう仕様ですね。はい。僕これ勘違いして普通に推論モードでやってて、あれリンク出ないじゃんみたいな、ちょっとトンチンカンなことをねやってました。はい。で教えてもらった後にちょっと自分でやってみたんですけど、ちゃんとリンクもついてレポートも出ました。こんな感じで。で、だいたい14分ぐらいリサーチかけて、で、21個のソースを見て、で、これはね、1万400文字ぐらいのレポートになったのかな。で、これが終わったら、もうすぐに、こんな感じで PDF まで作成してくれるっていうような仕様ですね。なんか文字がね、中国っぽいんですよね。この辺ね。はい。で、内容も確認したんですけど、全然問題なかったですね。全然悪くないです。ただ、ソースとしては、パブメドをしっかり見てくれてるかっていうと、ちょっと微妙っすね。はい。ただね、内容自体は間違ってないので、あとはこの辺はどこまで、信用するかとか、好みの問題もね、出てくるかなと思うんですけど、僕がこれから使っていくかって言われると、今んところ使わないかなっていう感じですね。はい、結論としては。ただちょっと動画の中でのその検証の仕方がそもそも間違ってたっていうのを、お詫びと訂正をさせていただきます。申し訳ないです。はい、これから気をつけます。はい。っていうのをちょっと最初にお伝えさせていただきました。はい。で、ここからがニュースです。はい。で、まず一つ目。は、クロードの新モデルが来るんじゃないかっていうのがちょっとね盛り上がりが出てきてますね。でその中にオーパスの名前が入ってきてるんですよ。でついにこれが来るのかっていうところなのと、2つ目のニュースもクロードなんですけど、このクロードネプチューンっていう新しいモデルが確認されましたよと。でこれがクロード 3.8 かみたいな、これねちょっとよくわかんないんですけど、なんで全く別物なのか、もう同じことを言ってるのかはちょっとね確認が取れてないし、多分周りの人たちも分かってないみたいですね。はい。だからそのクロードの新モデルが出そうだよっていうのは、クロードの関係者がちょっと喋ってる、リーク情報というか報告っぽいので、出るのは出るんでしょうね。もちろんね。それこそチャット GPT の O3 Pro が出るとか、ジェミニのウルトラが出るとかっていう噂があるので、そこに負けじとやっぱり出してくるのは出してくると思います。これがいつのタイミングになるかはちょっとわかんないです。はい。っていうのが一つ目二つ目はクロードの新モデルの話ですね。はい。で、三つ目はジェミニアドバンスド、ウェブアプリの方ですね。の方で GitHub と接続できるようになりましたっていうので、ここで GitHub のそのファイルを上げたりとか、あとはリンクを貼り付けると、そのままその GitHub のリンクを読み取って、ジェミニで扱えるようになるみたいですね。はい。ただその GitHub の中のファイルを書き換えるとかそういうのはできなさそうなので、単純にコンテキスト情報として参照するっていうだけみたいですね、今のところは。はい。この辺の仕様もどんどんね、良くなっていくとは思いますし、GitHub との連携は、なんかいろんなところがどんどんやり始めてるなっていう印象なんで、
これはプログラミングされる方とかは嬉しいアップデートなんじゃないかなと思っております。はい。で、5つ目。5つ目は、チャット GPT なんですけど、GPT4.1 が使えるようになりました。はい。もう普通のチャット GPT のチャットの方で使えます。今ここでモデルを選択するところで、このその他のモデルに行くと、ここに 4.1 と 4.1 ミニが追加されてます。はい。これ、僕がどうこれから使っていくかっていうのはね、ちょっとね、未知数なんですよね。長文タスクとか、すごい大量なコンテキスト情報を結構ね、漏れなく理解してくれるっていうのが特徴らしいんですよ。で、これをプログラミング以外で僕が使うのかなっていうのはちょっと正直なとこなんですけど、例えば、もう本当に2時間3時間分の文字起こしのテキストデータ入れて議事録作るとか、あとは本当にたくさんの資料、100枚レベルの PDF とかを入れて、で、そこから情報抽出するとか、情報整理するとかっていう風になるのかなと勝手に思ってますね。はい。またこれでちょっと、プログラミングというか、なんかそういうコード生成とかをチャレンジしてみてもいいかなともちょっと思ってるんですけど、ひとまず使えるようになりましたよっていうのがニュースです。はい。これが5つ目ですね。で、最後6個目が、これね、結構個人的には衝撃的なニュースなんですけど、マイクロソフトさんが、全世界で約6000人の従業員を解雇するっていうニュースですね。6000人解雇。やばいっすね。大丈夫？全世界の従業員の約 3%。で、これは、マイクロソフトが公式で発表してる数字ではなくて、おそらくそうじゃないかっていう、計算した数字らしいんですよね。その調査した人が。なので実際の数字どうなるかわかんないですけど、解雇する方向に動いてるのは確からしいですね。で、これも AI 使うことによって、人員削減できるよっていう話なんでしょうけど、ねえ。これがいいのか悪いのかは賛否ありますけどね。うん。こういう動きによって、もう本当に AI にがっつり力入れていくよ、社内でも使っていくよっていう雰囲気になって、マイクロソフトのその AI 開発、AI ツール開発が加速するのかもしれないし、ちょっとこの辺はわかんないですけどね。はい。なかなかの大きなニュースじゃないかなと、個人的には思っております。はい。という感じの6個のニュースを紹介させてもらいました。やっぱりクロード楽しみっすね。本当にちゃんと来てほしいです。3.8 とかじゃなくて、もうクロード4が来てほしいし、クロードオーパスが来てほしい。はい、個人的にはそっちを一番楽しみにしてるのと、コンテキストを上げてほしいですね。ちょっとやっぱりね、制限来るの早いんで、もうちょっとそこ緩和させてほしいなっていうのが、はい、個人的な思いです。はい。で、コメントを紹介させていただきます。で、このコメントは、動画のコメントに入ったわけじゃなくて、ディスコードコミュニティでメッセージをいただいたっていうコメントになります。はい。内容が有益すぎる上に皆さん優しくて丁寧で、この雰囲気を作っているコミュニティに感動しました。奥村さんのコミュ力なのか、ファシリテーション力なのか、安心して参加できました。ありがとうございます。興奮してなかなか寝つけなかったです。笑いっていうメッセージをいただきました。ありがとうございます。これがですね、昨日のそのクエンの検証中の動画でちょっとね、エピソードトークみたいな感じで入れたんですけど、一昨日かな、ちょっと数日前に、本当にゲリラ的にディスコードの中で、ボイスチャットで、4人ぐらいで喋った時間があったんですよ。で、その時に参加してくださった方が、今ちょっとこれがエラーで困ってるんですっていうのを、僕じゃなくて、僕以外の参加してくださってるお二人がめちゃめちゃ詳しい方で、で、こうしたら解決しますよっていうのを、丁寧に教えてくれて、ほんとね、そのエラー自体はものの2、3分で解消したんですよ。これすごいなと思って。で、
まあそれからじゃあここのエラーが解決したんだったら次こんなことできるよ、次こんなことできるよとかってどんどん話が盛り上がっていって、結構ね遅くまで喋ったんですけど、その時間がねやっぱめちゃくちゃ楽しくって、でその時にねそのエラーをこういうエラーに悩んでるっていう方も喜んでくれて、でこういうメッセージをねいただいたっていう感じです。はい。いやほんとねコミュニティの力ってすごいなと思いましたし、その教えてくださる方もやっぱり今まで AI に聞いてて分かんなかったことをその場でパッと解決をしてくれたわけですよ。だからやっぱこのレベル感の人が存在するっていうのもそうだし、AI に聞くっていうのももちろん大事なんですけど、どうしても解決できないことってあるじゃないですか。やっぱそこに頼れる人がいるっていうのはめちゃめちゃありがたいなと改めて思いましたね。であとはすごくね当たり前のことだと思うんですけど、わからないものはわからないんですよ。だからそれをちゃんとわからないって言える文化っていうのはすごく重要だなと改めて思いましたね。まあ僕自身がまあそういうスタンスなんですけど、わかんないもんはわかんないじゃないですか。でそれをやっぱわかんないっていうのは恥ずかしいなとかかっこ悪いなとか思うかもしれないんですけど、わかんないもんはわかんないんで、わかんないって言っちゃった方がいいと思いますし、教えてほしいなって思った時にこんなこと聞いたら失礼かなとかなんて思われるだろうとかってそういう気持ちになるとは思うんですけど、そこちょっと勇気出して聞いちゃったらたった3分で解決することって全然あると思うんですよ。そういう文化を僕は作りたいなと思うし、今回ね課題エラーを解決してくださったお二人もまた同じこと聞いてくれてもいいですからねって、いつでも声かけてくださいねって普通に当たり前のように言ってくださる二人だったんですよ。やっぱこれすごいいいなと思ったんですよね。何回でも同じこと聞いていいんですよ。またかよお前じゃなくて、分かんないもん分かんないし、それを身につけるまでって何回も繰り返してやっと身につくものだと思うんで、そういうのをねお互いに協力し合って役割分担でやっていく文化ってすごいいいなと思って、でそういうコミュニティなのかなって改めてやっぱ感じましたし、そういう文化をねどんどん成熟させたいなと、はい改めて強く思いました。はい。教えてくださった方もそうだし、このねボイスチャットに参加してこういうことわかんないですって勇気を持ってね言ってくださった方、本当にありがとうございます。僕もすごく勉強になりました。わかんないことだらけなのでまた教えていただけると嬉しいです。はい。という感じでちょっとね最初にお詫びと訂正をさせていただきまして、で6個の、ニュースを紹介して、最後またコメントを紹介させていただきました。でちょっとね最後告知なんですけど、今週の土曜日なんで19日ですかね。19日違うわ、17日だ。はい。今週の、5月17日の土曜日にライブ配信をします。で、ライブ配信は、今回は21時スタート、夜の9時スタートにさせていただきますので、またね、お時間が合う人は、視聴だけでもいいですし、もちろんコメントで参加していただけるとなお嬉しいです。はい。21時からライブしますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。というわけで今日は以上です。